さあ、ちょっと切り口変わります。今一番欲しいものは金ですね。金ですね。素直か。お金が欲しいですね。今の通教って、はい。出資者集めてものを作ってるって感じ？自分たちで企画して、それをパブリッシャーさんに要は持ち込んで、提案だよね。はい。で、それで仕事にしてもらうお金を。なるほど。はい。形ですね。独立して自分たちで企画して IP 作ってさ、けど結局は誰かがスポンサーとしてお金払う以上は、その人たちがでっかくビジネスやるわけだから、自分たちのところにいわゆる著者印税というか、IP ホルダーとしてのお金が回ってくるのって随分あったもんね。そうですね。それはお金欲しいな。そうなんですよね。やっぱスタッフもね、少ないんで、人数がね。1ヶ月のそのスタッフで稼働する人数がたかが知れてるんで、対してなんとかアシスタントがバーっといたら、結構それはいい中抜きができると思うんですけど。ほら、言い方。全然それがないから、本当、今いくつかプロジェクトをやらせてもらってて、傍から見たらもしかしたら儲かってるように見えるかもしれないですけど、全然、自転車勝負ですよね。やっぱそうだよね。お金入ってくるまでは、きっと時間かかるよね。それはお金欲しいな。あと結構趣味が散財なんで、飲みに行ったりとか、なんか買っちゃったりみたいな。物欲もあるの？物欲しいって思うの？思いますよ、全然。でも別になんか貴金属がどうとかじゃないでしょ？ではないですけど。いい時計したいとかっていうのはある？時計は別にないですけど、結構服買ったりするのが好きで、あんまり自分の仕事に関係ないものってそんなないじゃないですか。でも服とか絶対関係ないし、やんないしみたいな。だからそういうのを全く関係ないところに金を使うんですよ。だから酒飲みに行くとか。酒は仕事だったけど、物欲ないからさ、もう時計とかも何も欲しくないし、なんなら何もつけたくないのよ。でこうやってね、番組とかではさ、ジャケットだったり、商談とかだったら着替えるけど、普段はずっとアディダスのジャージやからさ、だからもう全然、なんか、あれ欲しい、これ欲しいがないから、出ていくお金は本当、飲み行っておごったりとか、ね、部下とかさ、そういうのはあるけど、逆に言うとそれくらいしかないね。結構無駄に買いますね。無駄に買うの？興味ないもの買ったりします。なんで？なんか買うのが好きなんですよね。女子みたいよ。そうかもしれないです。ちょっと。ねえ、お洋服。お洋服。そうなんだ。なるほど。けどね、お金欲しいのは、そりゃそうだよね。そうですね。何もそうだけど、別にお金のためにやってるわけじゃないですっていうやつって、信用できないしさ。お金はやっぱ欲しがってなんぼやと思うからさ。そうですね。それをね、部下にも言ってんだよ。お金とにかく欲しがれよ。で、もっと美味しいもの食べたいとか、もっとなんかあれ欲しいとか、それ買いたいとかって思ってもらわないと、頑張りがいがないしさ。で、そんだけ頑張っていい仕事をして、結果出すって、それでお金が入ってくるっていうのが、言うともそこしか評価できるポイントってないわけだからさ。そうですね。そこはね、やっぱ欲しがるのがやっぱ道理だと思うね。わかりやすい評価が金です。そう。ここは、お金は違っていきましょう。はい。はい、休日の過ごし方は？何してるの？あるの？休日は、週1回取るようにしてますね。曜日関係なく？日曜日ですね。大体。日曜日ちゃんと休む感じ？そうですね。なんとなく月曜日からまたリフレッシュする。とはいえ、大体だらだら仕事、家で酒飲みながら仕事する。食してる。そうですね。でもそれをもう、だらだらなんで。でも普段もだらだらしてるんですけどね。変わらんやん。変わらんかもしれないですね。もうだらだら仕事してるせいで休日なくなってるかもしれない。そのための通教でもあるんじゃないの？そうですね。みんな自分のペースで。そういう集団って感じがするよ。弊社の打ち越しなんかは、週6事務所に泊まってますからね。何してんの？なんか寝てます。でも生活してんのじゃん、生活してますね。7、8時間寝てますから。帰れよ帰れよって話なんですけど、でも炊飯器とか買ったりとかしてご飯作ってもう生活してるね、それ。みんなのドリンクを入れるための冷蔵庫買ったのに、なんかレタスとかいっぱい入ってて、もう食材だね、それね。カレーを炒め始めたりとかして、動画を見ながら笑ってたりとかして、僕と部屋があって一応部屋別々なんですけど、隣からガンガン笑ってて、タイプの音なんか聞こえてきたことないんで。締め切りにも遅れるから、何してんの？
まあいいけど。まあ、それぞれのね、スタイルっていうのがまああるんやと思うからね。で、その割に打ち越しも技術がないって怒ってる。いや、普段を振り返れっつうね。誰かしてるせいだ。じゃあ結構、その日曜日とかは、まあ、だらだら飲んだりはしてるんだろうけども、完全にバツンと振っちゃうと、指導したくなくなっちゃうんで、またこう、動き出すのが大変なので、どっかでまあ、あんまり怒らないです。でももう、教会は曖昧にしてるような感じ。そうですね、わざとというか。なるほど、なるほど。はい、こちらです。今の仕事をしてなかったら何をしていたと思いますか？これはもうないですね。適性がない。映画系じゃない映画系はでも朝起きれないんですよ、僕、決定的に。じゃあ無理だね。無理なんですね。想定できないね。6時に起きると無理。どっちかというと4時まで飲んでる可能性もある。赤色になっちゃう。絶対それは無理なんで、映画系はやっぱ無理だ。まあ映画系も別に毎日そんなんじゃないじゃん。でも撮影によってはってことじゃん。でも結構、この間実写の仕事をやった時やっぱ面白そう、めっちゃ楽しみ。もう2週間でガーッと撮影したんですけど、でも、その時は本当6時でしたね。6時に起きて7時から。まあ、大体そうなるよね。そう思うとしんどかったですよね。でもしんどい午前ってこんな長いんだと思いました。早く起きてるから。なんならいつも午前が終わってからよしやるぞって感じ。いつもは仕事の始まりは何時とか決めてんの？まあですね、スパチュンがそうだったのがあって、基本11時からスタートみたいな。まあでもちょっと、もうちょっと早く業界だね。そうですね。なんで朝はもう大体ゆっくりっていう感じやね。まあそれはね、結局夜遅くまで飲んでるから朝起きれんくなるのか、朝起きれないようなやつが業界目指したら、これ、因果関係よくわかんないよね。昔から言われてるけどさ。卵は先か鶏が先ね。今のスタイルのゲームクリエイターというか、まあゲームやって結局何でもいいじゃん。何だってできるのがゲームだからさ、映像系だってできるし、ね。なんで、やっぱそれが自分にやっぱ合ってるって感じ。そうですね。まあ今本当いろいろやらせてもらえてるんで、本当やりたいことをやらせてもらえるから、そういう意味では本当、もう今のスタイルが一番向いてるなっていう。まあゲームクリエイターっていうのはね、そのゲームっていうのはやっぱ全部内包したエンタメじゃないですか。まあ総合エンタメ。だから僕ゲームやってる人って結構何でもできると思ってるんで、そうね。ゲームが一番すごいと思ってるんで。なので、まあゲームやってる人だってアニメだってできるし、そういう意味で言うとゲームクリエイターっていうのをやっとけば全部できるからっていう自信がある。すごい一緒一緒。そういう意味ではゲームクリエイター全く持ってる感じです。これ以外だったら多分何もできないなっていう。ありますか？通り魔ぐらいしかやるない。これ。トップにいなくなってるわ。だからゲームクリエイターよかったね。はい、じゃあ前半戦会この辺りにしたいと思います。ではまた次回。